こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回でジオラマ制作第22回目となりますが、かなり仕上がってまいりまして完成間近というところなんですが、今回は線路際に標識を取り付けていきまして、その標識の役割も一緒に解説していけたらと思います。ではまずこちらトミックスの線路際のアクセサリーセット1という商品になりますけれども、こちらを使って話を進めていきたいと思います。自分の作りたいレイアウトに機関区とか車両区がある場合は、こちらのセットはバランスがいい内容となっているんですが、作りたいレイアウトに車両区、機関区がない場合は、こちらのグリーンマックス製の商品の方がキロポストや速度標識、勾配表などがたくさん入っているので、こちらがおすすめとなります。ではトミックスのアクセサリーセット1に戻りまして、すでに1つ外しちゃっておりますが、ここが勾配表。設置しますとこんな感じになりまして、これは今から上りが始まる上り勾配の標識となります。同じものをアップしたのがこちらで、12と書いているのは12パーミルという意味です。パーミルとは1000メートル、要は1キロ進んだ時に、この場合ですと12メートル高さが上がるということで、この場合が12パーミル。高さが 6.5 メートルしか上がらなかった場合は 6.5 パーミルとなりまして、標識も 6.5 と変わるということになります。設置場所は勾配の始まる真横に設置いたしまして、ここが勾配の始まりとなるわけなんですが、それに対して勾配が終わるところにはこちらの L という標識、 L は水平という意味なんですが、この標識がついて勾配区間が終わるということになります。では実際にレイアウトの方に設置してみました。こちらが始まりとなります。それで列車が進んでいきまして、徐々に勾配が上がっていき、勾配が終わる区間にはこちら L の標識が設けられております。反対に下り勾配になりますと、標識は斜め下に向いた形に変わりまして、角度が変わり始める真横に設置。その後徐々に標高を下げていきまして、水平に戻ったところにこちら L の表示がついて勾配区間の終わりとなります。続きましてキロポスト、正確には距離表と言います。鉄道の路線には必ず起点と終点が設定されておりまして、このキロポストは一部例外で終点よりが記載されているようなケースもありますけれども、基本的には起点からの距離ということになります。鉄道会社や状況によっても変わりますけれども、基本的に1キロごとに設置されておりまして、これを光合距離表と言います。別のパターンとして500メートルごとに距離表が設けられるケースもありまして、この場合はオツ号距離表と表現が変わります。この場合ですと46との表記なので、起点駅から46キロの地点にこちらが立っているということになりますが、これをレイアウトで設置しようと思いますと、このレイアウトの場合は1周7メートルほどなので、スケールを戻して150倍しますと1キロほどとなります。ですので光合距離表を用いたら1つしか立てることができず、一応今回は2箇所を設けて没合距離表ということにしたいと思いますが、
46の隣なので 46.5 とか 45.5 になるはずなんですが、ラインナップが足りないので今回はこちら154キロのキロボストを使わせていただきました。続きまして、この黄色に斜めの黒い線、これが停車場接近表となります。こちらは停止すべき駅とか田舎行きますと信号所とかも含まれますけれども、それの手前につくということでございます。今回レイアウトには適当に取り付けましたが、だいたい駅の手前100メートルを想定してこんな風に設置しております。続きまして、こちらあまり見かけない標識なんですが、車止め接近表となります。アップしますとこんな感じで距離が書いておりますが、この距離は車止めからの距離ということです。で、一般的な JR の車両はほぼ20メートルなので、この1両分が20メートルと仮定してこの辺に、それからもう1個は50メートルということなので、車両でいうと2つ半ぐらいのこの辺に設置しております。ちょっと視野を広げてみるとこんな感じとなります。変わりまして、お次もちょっと珍しい一旦停止標識となります。こちら自分が歩行者側に立って踏切を渡る時などはよく目にするような標識なんですが、列車の運転士目線でこういった標識を見るのはほぼないかなと思います。基本的には入れ替え作業で、それ以上前に進みますと他の車両に影響を与えるような場所のちょっと手前にこれが設けられるようです。ですが設置場所としましては、こちらのターンテーブルの前に一つと、それからこの機関区の方から本線に入る手前、こちらに一つ設けております。おそらく本来であればこういうところじゃなくてこの辺につくんじゃないかと思いますが、今回はこんな風にしてみたということでございます。変わりまして、こちらが汽笛水鳴標識。道路標識でも警笛7瀬の標識がありますが、あれと同じように鉄道の場合ですと急カーブで先が見えないとことか鉄橋トンネルのあたりの少し手前に取り付けられます。トンネルや鉄橋内は立ち入り禁止なんですが、保線作業員とか、誤って人が侵入する場合もありますが、簡単に言うと危険回避のために鳴らすということです。では試しにちょっと鳴らしてみましょう。ではパーツのランナーが変わりまして2枚目になります。こちらが ATS 確認表。現在制作中のレイアウトは昭和30年代を想定しておりまして、 ATS は存在しないという方向で進めたいと思いますが、仮にこれを設置するとなるとどの辺につくのかというのを説明しますと、運転手が留置線から列車を出発させたところ、この留置線には信号がありませんが、一本に信号があると考えていただいて、その手前にこの標識が立っているということです。同様にこちらの ATS 地上紙、こちらは旧型のタイプになりますけれども、これとランナーがさらに変わりまして、こちらは ATS 地上紙新型になりますけれども、この ATS の話をしますとかなり長くなりそうなので、今回は省略してまた別の機会があればお届けしたいと思います。変わりまして、お次は速度表、それから一番下の速度制限標識についても一緒に話してみたいと思います。速度表はもう説明不要かと思いますが、こちらが最高速度ということです。それに対して下の速度制限標識の方は2つ数字があるうちのこちらですと上が50なんですが、こちらが50キロまでの最高速度となりまして、下に110と書いているのは
この記載がある地点から110メートルのところまでは50キロですよという意味になります。それを踏まえて実際にレイアウトに設置してみたのがこんな感じとなります。まずは制限50キロが110メートル続く形の制限標識です。110メートルの場合は列車の5両半分ぐらいで、正確には測っておりませんが、こちらに85キロの速度標識をつけまして、ここからは85キロで走っていいという形に変わります。反対車線の方に来まして、こちらは85キロが200メートル続く標識を取り付けまして、200メートルは車両10両分になりますが、距離は適当なんですが、ここに120キロの速度表をつけまして、ここからは120キロで走っていいよというような形としております。次に今回は使ってないんですが、こちらが速度制限解除標識となりまして、これが設置されておりますと、そこで今までの速度制限が解除され、その前の速度に戻せるということになります。今度はそのお隣の数字の横にちょっと黒く角が塗られている35キロのこちらなんですが、これは今から左に曲がったら35キロの制限になりますよという意味になります。設置する場所はポイントの手前になりまして、今ポイントは本線上に向いておりますが、これが左に向いた場合、この先は35キロ以内で運転してくださいということになります。続きまして、こちらが列車停止目標となります。設置するのは列車が駅に止まる時の先頭車の一番先端の位置にこちらがつきます。このジオラマの駅のホームは実は3両までしかうまく停車できないんですが、ちょっとレパートリーが少なくて4両のものと、それからこちら側は無地のものを使っております。続きまして、こちらが列車停止標識、それで隣が車両停車標識となります。これ列車と車両どう違うねんということなんですが、列車は本線上を通しで走るような、貨物列車や回送列車も含みますが、そういったものを指します。それに対して車両の方はそれ以外の、例えば入れ替え用の機関車とか、あるいは補線区用の車両とか、要は限られたところでしか使われないものを車両と言います。設置場所は基本分岐器のあたりになりまして、ただこれは一旦停止標識をそのものによって変えるということなので、信号があるところにはつかないということになります。車も同じなんですが、信号があってなおかつ一旦停止とかいう二重の交差点は基本ないので、建築限界的に信号機が取り付けられないようなところにこのような標識がつくということでございます。あともう一つランナーが入っておりまして、こちらはレールに沿わせて、使う台座のようなものなんですが、トミックス製の線路に合わせてますので、加藤のレールを使っているこのジオラマには取り付けられないということなんですが、ちょっと標識を突き刺すこの部分が大きすぎるなというのは感じまして、こんな風に直接地面に刺した方がリアリティさは増すのではと思います。では今回は線路際に標識を取り付けていきましたが、この動画を編集するにあたっていろいろと調べましたが、なかなかわからないことも多くて、かなり昔に学んだような知識を織り交ぜながら動画を作らせていただいたわけなんですが、ちょっと記憶が曖昧というか頼りないところもありまして、もしかしたら間違っているところもあるかもしれません。そのあたり鉄道マンの方ですとか分かる方がおられましたら、ぜひコメント欄までよろしくお願いいたします。では最後までのご視聴ありがとうございました。